近代ユニバーシティ。皆さんこんにちは。日本の大学全部見学した男、山内泰です。今日は近畿大学建築学部建築学科の岩前敦先生に、建築学科ってどんな勉強をしてるんだろうというお話をお伺いします。先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。先生、まずですね、はい。高校生も、建築っていうと、学問のイメージは湧きやすいと思うんですが、高校までに勉強する内容ではないので、建築学部建築学科に、入学すると、どういう勉強をするんだろうというあたりからお伺いできますでしょうか。はい。すごくわかりやすい。要は建物を建てるための勉強をするんですね。いろんな建物、学校もありますし、博物館、美術館もあります。空港っていうのもありますね。いろんな建物があるんですけど、それらそれぞれで違うことがあるので、それらを勉強します。本当に建築っていろんな分野の集まってる部分でして、人間がどういうふうに行動するかとか、どういう仕事をしているのかとか、いろんなことを知っておかないといけないんですね。知っておく方がいい建物が作れるので、いろんなその社会の側面、科学技術の側面、いろんなことを学んでもらいます。1級建築士、2級建築士などの資格があるんですけど、建築学科に入ると全員が取るもんなんでしょうか。全員が全員ではないんですけども、大体最終的には3人に1人ぐらいの割合で1級建築士を取得してます。近畿大学建築学科は1級建築士の合格者が多いということで、常に大体全国で5番目、関西ではダントツ1位なんですけど、かなりの数の1級建築士の方が卒業生にいらっしゃいます。1級建築士を持ってると、どんな専門的な仕事に就けるんでしょ一級建築士っていうのは国家資格でしてね、医師免許と一緒でして、国が認定する制度で、あんまりないんで、結構珍しいんですか。なので、すごく意味があるんですけど、一級建築士を持ってると、大きな規模のビルを作ることができます。逆に持ってないと、すごく大きいビルとかが作れないんですね。その違いです。いろんな大学に建築学部学科ってあるんですが、受験生ってどうやって大学を選んだらいいんでしょう。僕の理想ではやっぱりどういう先生がいるか、どういうことを学べるのかに興味を持ってほしいなとは思うんですけど、例えば授業のカリキュラムだけ見たらそれなかなか違いがわからないので、やはりこういう機会で先生のキャラクターみたいなのに興味を持って、キャラで選ぶのがいいんじゃないかなと思いますけどね。先生のキャラってどうやって探すんですか？いろんな今もネットでその先生の出ますよね、情報が。はい、例えば岩前敦っていうキーワードでインターネット検索していただいたらもういっぱい出てきますけど、建築を教えてくださる先生がどういうキャラクターというか分野かっていうことを調べて、そういう先生のいらっしゃる大学を探すと。もしそういう先生がいればね、理想だと思います。この先生に、教えてほしいっていう、そういう存在があれば、これほど素晴らしいことはないと思う。そうでなければ、やっぱり大学の力といいますか、やっぱり大学としてどの程度皆さんの、高校生の皆さんの夢を、助けてくれるかっていう、総合力っていうんでしょうかね。そういうところを見るというのも一つの手だかなと思います。いろんな大学がある中で、近畿大学の建築がいいよって PR するとすればどんな点でしょうか？これはすごく言いやすいんですけど、建築学部って日本で初めてできた学部、建築学部なんですね。建築学科はっていうのは、全国で200以上建築学科はあるんですけれども、大体みんな工学部とか理工学部とかの中にあって、近代は10年ほど前に建築学部を作ったんですけど、その時日本で初めてだったんですね。要するに今まで理工学部というか工学部、今でも建築っていうと工学だっていうイメージがあるんですけど、実はそんなもちろん工学の分野も大きいんですけれども、その社会性とか、これから人口が減る日本社会の中でどういう建物をどういうふうにうまく使っていくのかとかですね、そういうのは従来の学問からやっぱりだんだんはみ出していく部分があって、で近畿大学の建築学部建築学科っていうのはいち早く
そういうことにが大事だということで、舵取りをしたわけですね。我々がやってることが、世の中の、この建築業界だとか建築そのものをこう変えていく力にもなってんじゃないかなと、これ期待を込めてそう思ってます。学科ではなくて学部になっていることで、例えば、よその大学よりも規模が大きいとか先生が多いっていうことはあるんですか？先生の数も充実しております。今30人以上の専門家がいまして、で例えばこれ規模の小さいところだと環境って言っても環境の先生が1人しかいないと。そうすると環境の先生は環境といっても熱と音と光と空気とかいろんな分野があるんですけど、それを1人で教えなきゃいけないんですね。ですから当然その先生は何かの専門なんですけど、実は環境の専門家だけど音のことはあまりよく知らないとか、僕の場合そうなんですけど、そういうことあるわけですよ。でもそれは一定皆さん教えるんですけど、私たちの場合ですと例えば環境だけで5人の先生がいて、専門に特化した人もいればですね、この専門と専門の間で新しい分野を作っていこうっていう人もいて、学びの幅が広いと思います。なるほど。でそれと同時にこれ学部を作った時の思いもあるんですけれども、何十年も前に習ったことを今から教えるんではなくって、これからどんどん変わっていく世の中で大事なことを教えようっていうのがすごく基本的にあります。ですからカリキュラムの内容がですね、やっぱり毎年見直してまして、この世の中の状況に合うように徐々に変わっていっている。建築学部で学んだ人たちって将来どういう仕事に就くんですか？建築学科を卒業した学生のほとんどは建築業界に進みます。ビルを建てる総合建設業、いわゆるゼネコンっていうところとか、いわゆる住宅会社さんですね。あとは大阪府、大阪市とか、いわゆるそういう地域行政の方で住宅の専門家っていうのをすごく必要としてまして、そういう方向に行く人もかなりいます。一つ非常に興味があるのが、建築学科って近畿大の場合、文系の科目だけで受験ができますよね。そうです。そうすると、高校で文系クラスでも入試は国語と英語と地歴で建築学科に入れるんですけど、他の大学と違って文系だっていう高校生が入って勉強はついていけるもんなんでしょうか？ちょっと心配なんですけど。10年前からそういう不安はあったんですけれども、実績として全く問題ないということが分かってます。全く問題ないです。数学あんまり苦手とか大丈夫ですか？その苦手なら苦手でなんとかやっていけるのが建築のいいところなんですね。そうなんですね。建築ってそもそも理系のイメージがあるのは、これは従来の工学系の大学教育の悪いところなんですね。で現実に建築業界には文系理系が半々なんですよ。実際働いている人は。その建築は理系だっていうのは、僕は今までの本当に古い考え方だと。これで日本だけなんですね、建築が理系だっていうふうに枠に押し込めてるのは。だから我々その枠を破る必要があると思って建築学部になったわけですけど。なるほど。はい、じゃあ、高校で文系の人、じゃんじゃん建築学科受験してくださいということで。全然大丈夫です。で、文系で最終的に一級建築士を取ってるっていう例もいっぱいありますから、本当に問題ないと思います。なるほど。先生ご自身が高校生の時に将来建築をやろうと思ったきっかけって何でしょう？僕ね、大工さんになりたかったんですね。物を作るっていうのがすごく憧れてて、で、ラジオだとか、テレビだとか、テレビを作ったことないですけども、そっち方面も興味があって、ロボットを作るか家を作るかっていうのですごく悩んだんですけど、結局は建築建物を作りたいっていう方向で、進みました。大工さんと建築士って何が違うんですか？ちょっと小学生みたいな質問でお恥ずかしいんですけど。全然そんなことないです。恥ずかしくなくて、僕実はですね、大学入って半年ぐらい経って先生に、なんか大工さんになるにはどうしたらいいんですかって聞いたら大工になりたいんだったら大学辞めなさいって言われたんですけど。大学じゃないんですか？大工さんっていうのは結局実際に木を削って家を組み立てる人という意味なんですね。いろんな現場で働かれてる方いろいろありますけど、
多くは、まあ、要はその設計図っていうのがあって、それをものに起こしていく人のことを今は大工さんと呼びます。なるほど。建築士さんっていうのはその大元の設計図を作る人ですね。はい。でその設計図っていうのは結局設計図っていう図面を作るのではなくて、建物そのもののどういう外観だとか、まあ、そこにマンションを建てればいいのか、戸建て住宅を建てればいいのか、外国の方が向けのホテルにするのかとかですね、いろんなその用途といいますかね、利用の方法がありますよね。それを、はい、その土地の持ち主さんと一緒になって考えるのも建築士の仕事の一つです。だからそのためにはこれからこの場所だとどれだけの、お客さんが来るのかとか、どれだけの人がこの場所に住もうと考えるのかとか、そういったいろんな社会情勢っていうのを将来のことも知っておく必要があるんですね。まあ、これから建築学やりたいという高校生が今、はい、自宅でできる勉強みたいなのって何でしょうね。まあ、やっぱりいろんな本を読むことと、あと今インターネットでいろんな建築物見れるんですね。これは素晴らしいことで、僕たちの学生時代っていうのは本当にお金に余裕のある人しかそういう世界の建築っていうのを写真集も買えなかったんで知らなかったんですけど、もう今はインターネットで時間さえあればもういくらでも見れますから、はい、そういうのをぜひ見てですね、いろんな面白い建物、面白い形をした建物とか、なんかこの建物好きだなとかですね、そういうものを見つけるのがまず一番いいと思います。なるほど。じゃあ、家でネットをやってそういう世界のいろんな建物を見ましょう。もしちょっと近所散歩を出れるようであればですね、近所を回ってちょっと変わった建物を見つけたり、だんだんそうすることで何年ぐらいに経ったらこんな感じになるんかなとか、だんだんそういうパターンが分かってくるんですね。でぜひそういうのをね、なんとなくでいいですから見る、興味を持てば絶対上達しますから。というわけで、建築に興味のあるですね、高校生の方、ぜひ家の近所を歩いて面白い建物を見てみて、興味を湧かせて、そして文系の高校生の人もどんどん目指しましょうということでですね、今日は建築学部建築学科について岩前敦先生にお話をお伺いしました。先生、どうもありがとうございました。いや、どうもありがとうございました。